こんにち。あれ収録の時間だというのにマリサはどこへ行ったのかしら？こんなところにいた？何しているの？決まっているじゃないか。今月の5スター物語を読み返していたんだぜ。今月の連載はすごすぎるし、18巻の表紙も美しすぎる。心がジョーカー太陽星団に誘われているんだ。霊夢も星団民になろう。うわ、トリップしてるわ。ようやく落ち着いたわね。すまん。でもその気持ちはわかるのよね。長年の長野先生のファンにはたまらない展開よね。アクションも進化しているのが見て取れて、これも面白くてな。これまでにない構図やカット割りに挑戦しているのがすごい。実は長野先生のメカアクションには結構手癖がある。攻撃の応酬がページ見開きの左右になりがちなんだ。ソニックブレードの応酬なんかそうだろ？へえ、気づかなかった。これは横長のコマを使った映画的というか、メカを美しく描くために最適化したカットだと思うのだが、今回は明らかに GTM のトメイとしての美しさよりも、テンポや動きを重視していた。あの斜め後ろからのカットや、ビームに割り込んで下から打ち込んだあのカット、今まで見たことのないカット割りだろ？他にも周囲のリアクション兼解説や回想など、明らかに王道のバトル漫画的手法を取り入れている。そう言われれば確かに。それにこれまでのメカ戦って、ほとんど一瞬で決着がついていたものね。それは明らかに長野先生のリアリズムなんだよ。戦いは格闘技みたいに見栄えがいいものじゃないし、少年漫画みたいな必殺技の応酬ができるターン制でもない。あれはバトルを描くために特化した表現技法だろう。今回はそれを取り入れているんだ。大体武術の型を見ると、急所を狙ったり、隙を誘って抵抗させず、一気に制圧する技ばっかりだしな。武道とは違うんだ。何よりすごい速さで動く複雑な機械の巨人がぶつかり合ったら、いくら頑丈でもただでは済まない。だからダラダラ殴り合ったりできないはずだ、というシミュレーション。なるほどね。それにしても本当に今月もハイカロリーだったよな。超かっこいいメカ、チャンバラ、少年漫画のエッセンスが全部詰まっている。そしてギリギリ語りすぎない心理描写。すごかったわよね。前回のエストと今月のエストって別人かと思うほどの振れ幅。怖いよな。そしてデコース。今月は初めてデコースの回想シーンが書かれた。そういえば確かにそうね。彼が変顔をしている時は露悪的に振る舞って、本心を倒壊しているサイン。そして超かっこいいシリアスな表情をしている時が本心。なんだか二面性があってエストと似ているわね。似ているようで似ていない。エストは無意識だけどデコースは分かってやっているんだぜ。そうだ、この決闘については、単行本派の人は今月だけって感じで読まない方がいいと思うわ。もったいなさすぎる。霊夢に同意だぜ。今月の連載だけでも読み応え半端ないが、その前段階が全部抜けちゃうと、本来得られるはずだった感動が目減りする気がするぜ。色々あっての今月だものね。5スター物語は壮大なコース料理。メインディッシュの肉料理だけ食べても食べたうちに入らないんだぜ。こういうのってすぐに公の場でネタバレトークして感動をシェアしたくなるが、予備知識がない方が楽しめるケースは明らかにあるよな。ジークアクスがまさにそうだっただろ？この前、限定動画で喋ったネタね。あれほどの展開が X ではほとんど隠蔽されていた。YouTube では早くからネタバレ動画が上がっていたが、あれは再生しない限り中身がわからないからだと思うんだぜ。X はタイムラインに流れてくるから、事故が起きやすいものね。その通りだぜ。で、誰かが統率したわけでもないのに、みんなが自粛してネタバレを避けていた。ガルパンおじさんがガルパンはいいぞとしか言わなくなったのを思い出す。あれ、続きはいつ公開されるのかしら？なんか編集ソフトの不具合で、これまで作りためていた素材が全部使えなくなった、というのを SNS に流れてきたニュースで見たぜ。続報は目にしていないな。しっかり最後まで語りきってほしいわ。ウプ主は毎回劇場に見に行っているし。さて話を戻そう。とは言ったものの、ネタバレになっちゃうから語れる内容がないのよね。じゃあ18巻とか周辺の話にするんだぜ。18巻の表紙、すごかったな。ちゃんだなね。一巡して6巻頃のスタイルになったと思う。どういうこと？展示会でイラストをじっくり見る機会を得て気づいたんだが、やはりその時々で長野先生の作風は変わっている。最初期、例えば1巻から5巻くらいまでは、抽象化の方向に向かっていた。1巻のダンスは書き込みすごいけど、2巻はジュノーンを抽象化して一気にシンプルに。3巻ではコーラスサードの遺体とコクピット、ファティマという死の匂いが冷たく乾いた質感で抽象化されていた。4巻5巻は言うまでもないな。確かに。5巻なんて何を書いているのかわからないくらいだもの。解説が欲しいところだよな。で、6巻。タイトルはブリッジ。パルテノとヤクとミラージュだ。これが18巻と一番似ている。確かに。二人とも黒人ファティマっていうのもあるかしら？
それもあるだろうけど、キャラクターを抽象化していないっていう点が大きいと思うぜ。4巻のシズとは違う。私が思うに抽象化の試みは5巻で完結し、その後はキャラクターをはっきりした線で、つまり具体的に描き、その背景を抽象化しているスタイルを模索しているように見える。原画を見た人は、あの石のような冷たい質感の装甲や背景が思い出せるだろ？そうね。長野先生の最初期から続くイラストの質感よね。ジョーカー3100の表紙とか、そういう感じ。18巻表紙は、それを背景にキャラクターを組み合わせるスタイルの決定版だと思うぜ。すごい。明らかに17巻の表紙よりパワーアップしている。17巻はやや抽象的なスタイルに戻っていたように感じたけど、ドアランテアステルーゼやスタンと優勢関係という、もやっとしたテーマだったせいで例外だったのだろう。ああ、それでここまで語ってもらったところで、少し聞きづらいことを聞きたいのだけどいいかしら？なんだぜ？マリサがよく言う抽象的とか抽象度とか具体的とか、そういう言葉の意味を教えてほしいの。なんとなくでわかってるんだけど、今回みたいに連発されるとわかっているのか自信がないのよね。検索しても答えはこうだし、わかった気がしないのよ。この解説は解釈の余地が残っていて、いかにも不親切に見えるぜ。これこそ抽象的だな。難しく考える必要はない、簡単なことだぜ。抽象というのは潜在的な情報量が多い状態のことだ。潜在的な情報量が多いから共通点が多いんだ。そして具体というのは逆に潜在的な情報量が少ない状態だと理解すればすぐにわかる。もっと詳しく、例えば抽象度という概念がある。抽象化の度合いのことだ。これを使って解説しよう。例として漫画という概念を取り上げる。漫画はわかるよな。わかるわ。で、5スター物語という概念がある。これらの概念は情報量で言うとどっちの方が多い？それって比べられるものなの？情報量の多さなら比較可能だぜ。じゃあ、5スター物語よ。めちゃくちゃ設定とか多いし、ただの漫画より明らかに情報量が多いわ。半分外れだぜ。5スター物語は漫画に包括された概念だ。5スター物語は漫画だが、漫画は5スター物語ではないだろ？じゃあ、より包括的な概念の方が情報量が多いってこと？多いのは潜在的な情報量だ。だから包括できる。どういうこと？単に漫画といった時、そこには鉄腕アトムも進撃の巨人もドラゴンボールも、ありとあらゆる漫画が含まれる。それはわかるわ。でもどれか一つを特定することはできないだろ？そりゃそうでしょ。ジャンルなんだから。特定の漫画を指し示すには情報量が不足しているんだよ。だからドラゴンボールを指定したいなら、ただの漫画ではなく、宇宙人が出てくるとかバトルするとか、願いを叶えるドラゴンボールを集めるとかいろんな情報が必要になる。じゃあ、ドラゴンボールの方が漫画より情報量が多くない？そのものを指定するための情報量が多いんだ。だから具体的な情報量が多い。でもドラゴンボールと言ったら、ドラゴンボール以外の漫画の情報は含まれていないだろ。特定されているんだから。だから潜在的な情報量は少ない。わかったようなわからないような。より上位の概念になるほど、具体的な情報量が減って、あれもこれも包括できる。例えば宇宙って言ったら、ありとあらゆるものが含まれているぜ。だから潜在的な情報量は多いが、具体的な情報量はどんどん減っていく。この情報量の階段を潜在的な情報量の多さに向かって登っていくのが抽象化だ。抽象絵画を見てみろ、なんとでも取れるようなものばかりだ。具体的というのは日常会話でも使うように、そのものを特定し、誤りがないよう指し示す。具体的にはどうすればいいのと聞かれたら、解釈の余地がない手順を伝えなければいけないだろ。確かにそうね。とりあえずいい感じに処理しておいてよっていうのは、具体的じゃないものね。これで具体と抽象の違いが分かったよな。抽象的な絵って、見る人によって解釈の余地がある絵のことだものね。潜在的な情報量って軸で解釈すればなるほどだわ。私が思うに、これが漫画やアニメが世界中に広がることができた理由だと思うのだが、その点についてはまた別の機会に動画にしようと思う。話を長野先生の表紙イラストに戻すと、まさに今の説明が腑に落ちるはずだぜ。5巻のあの真っ赤な表紙が、まさに長野先生の抽象化マックス状態ってわけ。確かにいくらでも解釈の余地があるものね。でもちゃんだなを描いたらちゃんだな以外の何者でもないよな。解釈の余地ゼロだ。つまり具体的ということ。この具体的なキャラクターと抽象的な背景が、長野先生の表紙イラストの画風ってわけだ。具体と抽象の合体だ。おお、ようやく腹落ちしたわ。結構わかってるつもりでわかってない言葉って多いわよね。こういう、ぼやけ言語化って結構需要があると思うんだよな。再生数が伸びるかは怪しいけど。まあ、気にする人の方が少数派よね。最後にもう一つ。デザインズ展示会のトークショーでは、今後の展開について長野先生が少しだけ喋ったそうだ。
X の公式アカウントによるとこんな感じ。怪しい二人は楽しみ。それで早くも19巻の準備しているっていうのがいいわね。単行本派の人は早く先が見たくてたまらないはずだもの。だよな。来月のニュータイプで5スター物語の関東特集するそうだし、早くも来月が楽しみだぜ。それじゃ長くなったし今回はここまで。例によってネタバレあり版はメンバーシップ限定動画で、参加お待ちしています。ここまでご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録や高評価いただけると幸いです。それじゃ、またねー。